先日ツリークライミングで切り倒した、枯れた杉の木です。しっかり枯れていたので皮がきれいにめくれました。薪にするつもりなんですが、その前にちょっとやってみたいことがあります。やってみたいことっていうのはですね、この丸太を玉切りをせずにそのまんま長いまんまで割れないかなと思ってまして、ちょうど節がない綺麗なまっすぐの木なので、なんとか真っ二つに割れるんじゃないかなって気がして、どうせ薪にするんですが、ちょっと実験的にやってみたいと思います。ファクトリー9。使う道具は普通に鉄のくさびですね。これをハンマーで打ち込んで割りたいと思います。で、いくらなんでもくさびを打ち込んだだけでは割れてくれないと思うので、鉄のくさびを打ち込んだ後にこの木を打ち込めば割れるんじゃないかなと。この細い木の先端をくさび状に切って長いくさびのようなものを作ります。長いのと短いのと一応3本作ってみました。割る作業を始める前に切り口がデコボコなので切り直したいと思います。なんかちょっと斜めになっちゃって気に入らないんでもう一回切ります。別に綺麗にする必要ないんですけども、なんとなくね、気持ち的に綺麗な方がいいかなと。木本竹裏もしくは木本竹末というらしいですが、木を割るときは元の方から、竹を割るときは末、先の方から割れということなんですね。なので今回も、この木を、元の方から太い方から割っていきたいと思います。一応この木の木目を見てですね、この向きがいいかな、どの向きで割るのがいいかなって一応考えてます。木材のプロでも何でもないんで、勘というかね、素人の、見た目でこの辺かななんて思って、なんとなくね、このデコボコがあったりして節の名残かなっていうところは外して、割る位置を決めました。ファクトリー9。いよいよくさびを打ち込んでいきたいと思います。一応割るラインに
線をつけて目印をつけてから割っていきたいと思います。杉の木って中心部は赤くて周りの方は白いですよね。赤いところは水に強くて丈夫だっていうことなんですが、確かに赤いところは硬いんですよね。入っていかないですね、なかなか。白いところは結構、くさびが入ってきますね。できるだけ赤いところに打ち込みたいので何度も叩いてますけども、なかなか入ってきませんね。ようやく一つ入りました。水平にハンマーを打つって結構大変なんですよね。腕が痛くなります。これでようやくくさびがセットできましたので、大きいハンマーで打ちたいと思いますが、長さを測るのをちょっと忘れてたんで、まず長さを測ってみます。254センチですかね。2.5 メーターあります。2.5 メーターの丸太、さあ果たして割れるんでしょうか。割ったからなんだって話なんですけども、別にこれを何かに使うとか割れる技術が何かに使えるとかっていうわけでも何でもないと思うんですけどもね。玉切りした薪はよく割ってるんですけども、長い丸太を見てるうちに思いついちゃったんですよね。割ってみたいななんつって割れないかなって思っちゃったんで、ただそんだけなんですよね。実験です。意外と早く割れ始めたので、ちょっと音を聞いてみてください。ちょっとミシミシ言ってるの分かりますかね。くさびを全部打ち込んだところで、だいたい1メーターぐらい、ひびが入りました。これ以上鉄のくさびはもう入っていかないので、先ほど作った木の杭を真ん中に打ち込んでみたいと思います。これがなかなか入っていかないんですよね。
どうやらこのくさびの角度がねいまいちなんで、もうちょっと鋭く切り直したいと思います。少し鋭くしたので、入ると思いますが、どうでしょうか。かなり割れてきました。もう半分以上割れてます。もう一頑張りです。これでもうほとんど全部割れてますね。あともう少しで割れると思うんで、鉄のくさびを打ち込みます。これでようやく割れました。大きいハンマーとか、掛け矢を使って水平に、くさびを打つっていうのはなかなかしないことなので結構疲れましたけども、一応この丸太 2.5 メートル、40センチの丸太割れました。今回の動画いかがだったでしょうか。丸太を長いまま半分に割る、割れたから何なんだって話なんですが、役に立つか役に立たないかは別として、なんかこういうことってちょっと面白いんですよね。これからも、役に立たない動画も、作っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。